今、仏教のシュトゥッパのところに来ておるんですけれども、ここにメリサンホエール、ネイティブアメリカのメリサンホエールが併設しております。でメリサンホエールは、要は、命の輪っていうのを象徴しておりまして、人間っていう存在が、一生をたどることを象徴しながら、宇宙の地図でもありまして、そして、スピリチュアルパワーというのも象徴しております。そして、方角、っていうのが、決まっておりまして、入るときに東側から入って、東側っていうのが、春、そして日の出っていうのを象徴しています。それが生まれ変わり、そして、覚醒っていうのを、意味しております。そうすると、続きまして、時計回りに、南側に回って、南側というのが、夏、そして、正午、それから成長する場を、象徴しております。その次に西に行って、西は、秋、そして、日の暮れっていうのを、意味しています。こういう時は、内観、自分の内面に戻って、それを、それに伴うスピリチュアル的な成長、そして、自分の、いろんな関係の調和っていうのが、その時期に明確になってきます。最後に北の方に回って、それが、真夜中0時になって、それを長老っていう意味を、知恵豊富な部族の長老たち、っていうのを意味しております。で、また、北というのが知恵、そしてスピリチュアル的な、リニューアル、再生、それから、冬の浄化というのを意味しております。さあ入ってみましょう。で入るときに、東側に入って何らかの、意図をして真ん中こう願いとかね、何かを意識しながら入るのが習慣らしいです。はい、続きましてですね、セロナから約30分ぐらい西の方に離れたコットンウッドのさらに、もうちょっと先にある、クラークスデールという町に来ておりますけれども、ここにベルレーキャニオンという、緑の谷、で昔は銅の採掘、鉱山として使われていたところなんですが、ここに鉄道があります。で4時間にかけて往復、このさっき言ったベルレキャニオンという景色が非常に綺麗なところを通りながら、この電車に乗って案内していただくというツアーにこれから両親と一緒に参加する予定です。ホボだよ、昔のホボ。ホボって放牧者、ホームレスの人、電車に勝手に乗って、連れてってもらったりとかして。こういう博物館。面白いぞ。これ何の機械かな？これはあれよ、測り。どう測る？どう測るのかな。多分そうだろうね、きっと。これは？これなんだっけ、トゥ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 電報か、薬。ジュラム・ナチュラル病院は20世紀初期頃。And I'm super excited because for the next 3.5 hours, we're going to be riding through some of the most scenic country in America. It's going to be an amazing train trip. So I hope you guys are ready for a fun afternoon.
All right. Did get you guys. Now that we are underway, you are welcome to get up. Oh, wow. All right, here we go, folks. Water. And you can see the red rocks in the water. There's water. Yeah, there's water, yep. Stand up, babe. Real quick, who remembers Paul Bunyan? That is where his bathtub would be if he visited Arizona. I can see it. I think I see it. Okay, I see. Yeah, There's the nose and the jaw. Yeah. Sure. One straight in all the way through. Okay. Very slowly, the main road will loop into the left side of the property, so just follow that road around. And just before you get to the dead end, the road is. ずっとまっすぐ行って。結構穴場的な、セロナのあんまり知られてないけどすごく、以前連れて行っていただいた時に良かったなと思った、Rachel's Knoll というスポットに来ております。で歴史的には、このスポットが、1970年代にある女性がセロナで、お家を、探したいと、不動産会社に話したところ、いろんなところを各地あちこちに連れてってもらっていたんですが、自分にぴったりのところなかなか見つからず、諦めかけていった頃にちょうど不動産エージェントが、セロナの町の一番離れてる結構僻地の方に連れてってもらって、車から降りた瞬間にここだ、これが私のスポットだと、強いエネルギーを感じて、ここの場所を、買ったらしいです。でその後、周りのね何もないところを少しずつ、買い占めていて、将来的にこれはみんなのためのスペースとして、シェアしたいという強い願望があったそうです。独り占めしてこのところを自分のものじゃなくて本当にみんなと一緒にこんな素晴らしいエネルギーを感じていただいて、いろんなイベントをここで開催したりとかね、そういう強いイメージがあったとのことです。そして、その方がお亡くなりになられて、相続が始まったら、子供たちその方のレイチェルの子供たちが、ここの土地をディベロッパーに、売ったんですけれども、正しい書きとしては絶対確実に将来的にこの場所が永久に皆様が、使っていただけるような条件で売ったそうなんですが、しばらくしたらその買い取った方、おそらくゴルフコースの方だったと思うんですけれども、立ち入り禁止にしようとして、皆さんがそのレイチェルさんの意思に反するような行為でもう皆さんが入ってこれないようにするというふうに
していたらしいんですが、10年近く裁判で、争っていて、やっと2010年にその裁判の示談か、そういうのが解決されて、このスペースが、一応使えるようにまたなったんですが、ただここに来るときに、ゴルフ場のところに入ってきて、一度に確かに一人組しか入ってくることが許されてなく、かつ入場料が4ドルが必要だと。で、僕たちは幸いなことに、時間がちょうどね、他の方はいらっしゃらなくて、入ることができたんですが、はい、ここに来ております。そして前ここに来た時にガイドさんに、とてもパワフルなエネルギーを感じるスポットがあること、に気づいたというか教えていただいて、今ちょうどそのスポットを探しています。でもビューは確かにもうとても綺麗です。あ、ここじゃなくてあれだ。ここもいいけど。多分あれか。多分ここだ。前回来た時にガイドさんに教えていただいた、エネルギー感じやすいスポットを見つけました。ちょっと分かりにくいですが、これがこの上に座ると、グラウンディングというか自分の背骨の、延長として地球につながる、というようなところです。ちょっと座ってみますか。空気が非常に静か。そしてゴミがあることに気づいて拾いに行きます。ありがとうございました。よいしょ。じゃあレイチェルさん、こういうとても素敵なセイクリッドプレイスにお邪魔をさせていただいてありがとうございます。まさにこれは独り占めするようなところではないですね。皆さんに、感じていただきたいところです。ちなみに僕が前に来た時に妹と一緒に来たんですが、いろんなスポットを巡ったんですが、なんか、どうもエネルギーを感じないということだったんですけれども、ガイドさんが一番最後に締めとして、じゃあ間違いなく誰でも確実にエネルギーを感じるスポットに連れてきますって、おっしゃったら、レイチェルズの、具体的に言うとさっきのところに案内してくれて、妹が、ここに座ってしばらくしたらもうポロポロ涙が流れるようになって、目の前で、エネルギーの流れが妹が感じているのをみんな見て、よかったねって、ガイドさんもよかったねって言ってて、はい、非常に昨日のエアポートメイサー、のボルテックスと似たようなエネルギーだと思います。非常にこう、自分をこう包み込むような優しい、地球の子宮のような、感じがしました。とてもピースフルなエネルギーです。はい、次の、すぐそこ、とても綺麗な教会がありますので、ちょっと行ってみましょう。僕は、カトリック教徒として育てられたんですけれども、小さい時からさまざまな違和感とか、ちょっと違和感とか変だなと思ったことがありまして、
本来の神様だったらこんな人を罪悪感感じさせたりとかね、自然破壊とか人間の偉大さを訴えるような行為とかはどうかなと思ってましたんですが、ほとんど僕が訪れた教会も、人間の凄さを、エゴとかを、それをオンパレード、で、訴えるような建物ばっかりだったんですけれども、こういうところがエネルギー的に、むしろこの断崖絶壁というか、この土地の一部としてうまくこう調和した状態で共に生きているような、感じがします。中に入ってみますと、イエスが貼り付けられた十字架も本体は実がなっている、そして枝が入っている、地球に根っこを生やしている木です。そういうのが、僕は初めて見ました、カトリック教会の中で。そしてエネルギーもまさに僕たちは皆さん一人一人は、神様の子供たちであり、そして地球の子供たちでもある、自然とともに、ハーモニーの状態で生きていくのが本来の姿だっていう、ことが伝わってきました。なので僕がカトリック教のアレルギーが、確かに今ねありますけれども、稀にはこういう本来のイエスが教えていたことに沿った、ナチュラルなものもあるっていう久しぶりに、認識することができてよかったなと思ってます。